何の土地勘もないところで一人っきりで放り出された感じになって、所持金ゼロで起訴されるかどうかみたいな、起訴されるまではずっと留置所にいて、だからなんでここに居ついちゃったかっていうと、やっぱりトヨコ界隈があったからね、キッズがいたからね。女を買収すれば稼ぎやすいわけで、若ければ若いほど高い値段ついたりね、食いついてくるやつもいるわけで、需要があるんでね。若い子っていくつぐらい？私小学生からいる。小学校4年生の2人組が家出してきてて、見下ろされる覚えは1ミリもねえよ、お前みたいなさ、品がなくて一緒の弟のバカだバカ。知ってしまったから何度この手で掴みかけただろお名前と年齢お伺いしていいですか？本間MIWA、ただいま59歳です。皆さん59歳です。今はホームレス生活みたいな。そうですね、今リアルガチになりました。リアルガチ。一番最初にそのホームレス生活をするってなったきっかけみたいなの？もう全然こと関係なく、もうだいぶ前の話ですけども、一緒に旅行に行った男の人がおりまして。彼氏みたいな。そうですね、はいはい。そいつが途中で私を見捨てて一人で帰っちゃった事件があって、そいつが途中で怪我をして入院したわけですよ。はいはい。で入院して、その人は入院したからまあいいです。で私は付き添いで、付き添いはずっと病院にいるわけにいけないんで、外に出てて、翌朝行ってみたらそいつは一人で帰っちゃってて、その時皆さんお仕置事き去りにされた。で仕事はその時はしてなかった。はいはい。何の土地勘もないところで一人っきりで放り出された感じになって、所持金ゼロで、それはホームレスしかないでしょ。帰りようがないんだもん。帰るところもないし、その人に連絡も取れないし、逃げられたみたいな。そうです。それでリアルガチなホームレス生活を何ヶ月ぐらいだったかな、3ヶ月ぐらいかな。おいくつの時ですか30、違うな、もうちょっといたかな。女性でガチホームレス生活結構怖くなかったですか？人間は一つも怖くないので。それでリアルガチ3ヶ月ぐらいホームレス生活して、その後どうなったんですか？その後は結局は捕まりました。飢えてるから万引きするわけだ。はいはい、お腹空いてるから。はい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 。それで結局は捕まりました。仲良くなった人たちと3人組ぐらいで万引き生活で暮らしてた。頑張って、どうなるんですか？で一応交流されましたよ。で要するに起訴されるかどうかみたいな、起訴されるまではずっと留置所にいて、で結局不起訴になりましたので、罰金刑ぐらいで済んだから。なんかホームレスしてたら留置所の方が飯もあるし、いやめっちゃ天国だと思ったもん、入った時。今はここの新宿でホームレスしてるっていう。なんで新宿選んだんですか？いや選んだわけじゃないけど、たまたま知り合ったって感じですよ。周りの人たちと。やっぱその新宿とか、このガード下とか代々木公園とか、いろいろそういうスポットあるじゃないですか。やっぱ作法みたいなのは。だからごめんね、ホームレスしたいからここにいるわけじゃないのよ。だからなんでここに居ついちゃったかっていうと、やっぱりトヨコ界隈があったからね。キッズがいたからね。家庭環境に恵まれてなくて、めっちゃね可愛かったり綺麗だったり頭も良かったりする子たちがなんで来てんのって話でしょ。居場所がないから来てるわけじゃん。だからそれをその子たちと接するようになって、まともな大人もいるよっていうことを見せ続けたいと思った
まあかっこいい言葉で言えばでしょうね。で皆さんいつ頃から東横界隈3年半ぐらいじゃないかな。皆さん来た時にはもう東横界隈っていうのが出来上がってあったハウル君がいた時代はで、ハウル君やってることは間違ってはない、全然で長くやってるし、だけど納得がないとこもたくさんあった。でそれを批判するには何もやらずに批判はできないからやるしかないなと思う。だから自分で個人でやれることをやろうと思って変わっていったっていうのがまあ流れとしてはそういう感じですね。僕2年ぐらい前からその広場の方行ったりしててちょこちょこ皆さん見かけしてて、結構子供たちから皆さんに声をかけるっていうのをよく見てたんですよ。そうね。皆さんすごいなんでこんなに皆さん人気なんだろうって思って。いや人気があるとかじゃないの、安心するんだよみんな。私がいて「ママおはよう」って言うだけで、とりあえずいるべきものがあって挨拶して安心するのよ。あの場所でもうなんかトラブルないようになんか見守っててくれる大人みたいな。まあそう思っててくれればありがたいけど、とりあえず私の顔見るとホッとする、安心するなんですって。だからそれをねやれる人間他にいるのかっていうといないらしいから私しかできないんだったら私がやるしかないねって、それだけのことです。皆さんいろんな子供たちの相談とか聞いてそうです。だから別にね私はね相談聞きよって言ってるわけじゃないけど、何かあったら聞きに言いに来るみたいなことはある。でそれは必ず聞く。それだけです。しばらく東横は変わらずですかね。まあね、だから子たちの問題が抜本的に解決されることは本当に難しいし、より小さくすることはできるはずなんだけど。今の東横の OD 問題とかってどうですか？まだ結構多いですか？あるでしょ。なくなるわけがない。要するにストレス抱えた子供が子供だから他に発散するとこ法があるんですかって話。リスカに行こうと OD に行こうとあんまり変わらないの。本当は助けてほしいっていうだけよ。どうにかしてほしい。だけど責任持つ大人がいねえからその子たちに対して。だからそうなってるわけでしょ。だから本当に親がね責任持ってるんだったらそれは親が面倒見るよって話だけど、見られなかったりっていうか親の方が問題があったりとかそういうのが無数にあるわけじゃん。家にいて辛くって家にいたらもう本当に死にたくなるんだっていう、それは家にいない方がいいでしょ。家にいて死ぬくらいだったらそれは逃げてきた方がいいでしょ。あ、そうだよね。広場が居場所みたいな。まあ緊急避難だよそんなの。ざっくり言ったら全員緊急避難してきてんだよ。学校だったり親だったり親の片方かもしれないし、そんなケースバイケースだけども居場所がないからここに来た方が楽だから、まだね友達連中で助け合うこともできるわけだからさ、だから来てんでしょ。こうネットとか見て、結構病んだりしてあ仲間がいる私も東横に行ってみようみたいなその新規の子たちに長年知ってる宮さんからなんか注意事項みたいなのあります？ここは気をつけなみたいな。それは新規は新規だって必ず分かるので、新規を食い物にするような連中もたくさんいる。食い物ってどういう？だから男の子がねついて色恋仕掛けて、要するに女子は売れるわけだから金稼げんだよ。ざっくり言ったらさ、身も蓋もない話だけど女は売春すれば稼ぎやすいわけで、若ければ若いほど高い値段ついたりね食いついてくるやつもいるわけで需要があるんでね。若い子っていくつぐらい？私小学生からいる。そうですか。それ警察とか何もしないんですか？
何もしてないわけじゃないです。それは何もしてないわけではないです。追いつかないというか。だからね、毎日2回ぐらい平日はね、警視庁の少年課の方たちが見回りをしてで、本当に成人してるか未成年かはちゃんと見分ける目は持ってるし、で未成年で新規の子はすぐ分かるわけだし、毎日来てんだからね。ああ、確かにそうですね。びっくりしたのはね、福岡から1回いいよ、全部あげる。小学校4年生の2人組が家出してきてて、で親に旅館取って旅行してきてますって嘘ついてた。それは通報しました。危ないから。そんなわけないから。小4の子供たちを歌舞伎町に旅行に出す親は絶対ないから。泊まりで来ようとしてたんですか？そうみたいよ。だから家出でしょ、2人で。家出に決まってって。それ親が OK してたらそれもそれでやばい。じゃあ親御さん了解してんだったら、じゃあ親御さんと話していいかって聞いたら、いや今スマホ充電切れててって言って逃げてったから。嘘なのね、はい、すぐ通報しました。危ないから。確かにそんな夜の街の歌舞伎町さ、所用の子供2人でキャッキャやってて危なくないわけがないからね。それこそ食い物にされるというか。もちろんです。でそういうのをどうすんのかっていうジャッジが難しいじゃん。まあだからその辺はもうこれはこうするべきああするべきみたいなことは、私判断でやってますけど、間違ってないと思う。皆さんこの場所にいてなんか収入源とかどうしてるんですか？皆さんのご厚意です。大体どのぐらい一日も集まるもんなの？それも日によって違うんですけども、1円も収入がないことはない。じゃあ過去最高額。過去最高は5万とかじゃない？ 5万？そういう人いたよ。あとめっちゃ高額だったのは去年殺人的な暑さだっていう時にババア死ぬなって言ってホテル取ってくれた人がいて、さらにご飯も食べなって言ってプラス1万とかね、5万だからプラス6万ぐらいじゃない、一度に渡された、お金換算すると。その自分のそのカンパとかのお金でどっか泊まったりとかはしないんですか？することももちろんある。ネカフェに泊まったりとかはしないわけじゃないけどね。たまに。あとホームレス生活しててお風呂問題とかってどうするんですか？ネットカフェでシャワーを浴びることは可能です。あ、そうなんですか。泊まらなくてもシャワーだけはある程度の金額で行けるので、これが一番安い。じゃあもうネカフェも皆さんの常連。常連になってるところはある。寝袋を寄付してくれる人もいるし、毛布とか布団とかいっぱいあるわけじゃん。悪いけど氷点下なんかしょっちゅうならねえだろ、東京なんかさ。やっぱホームレスの方たちがたくさんいて寄付してくれない人もいるんですよ。皆さんだからみんな寄付してくれてる。それはあると思うよ、もちろん。やっぱその人のキャラというか。だけど私はだから別にさ、例えばここに何人かねいて私に対してお金を置いてきましただったら、もちろん自分のためにも使うけどみんなのためにも使う。そうだよ。なんか食べ物買ったりとか。もちろん。ここ今何人ぐらい？今ね、常駐面がちょっと減ったんだけどさ、いろいろ事情があって。だけどインフィニティはほぼ寝てるし、ここで寝てるし、週末これ寝る子もいるし、東横キッズたちもここに来たり。東横キッズの中で仲いい子は来たりはする。これからの人生の中でこうなりたいみたいな。別にないです。もう上がってるもん。余生だもん。おまけだもん、今生きてる。今のこの生活を楽しむ。楽しんでるよ。
りあえずは。だっておまけだから。楽しめなくってもおまけだから、どうでもいいんです。それが誰かのために少しでもなるんだったら、それはすごくラッキーじゃねって思ってるだけ。はいはい。それが今その子供たちのために。そうね、それもちろんそれだけではないけど、それはごく一部です。本当言うと全部ではない。やっぱいい人も通るし、やっぱこの新宿という土地からイチャモンつけてくる人もいます。もちろんいる。変な人もめっちゃいる。そりゃそうだ。そんなものはどってもんじゃないです。で本当にね、身の危険感じるようなことがあったら、警察に言うもん。基本的にそういう人たち暴言吐かれるみたいな。暴言吐く人たちなんかもう山ほどいるよ。なんかその物蹴ってきたりとか。ああ、めっちゃある。人がいないところとかで一人でホームレスするよりかは、こういうやっぱプライバシーはあれですけど、人目につくところにいた方がやっぱカンパくれたりとか。まあそれもあるし、私の場合はとにかく知り合いが多いので、だから本気になれば、今だからやるがちなホームレスなので、すいません、福祉の保護受けたいですって言えば受けられる。これ受ける予定とかないんですか？今んとこない。今いろいろ選択肢があるんで考えてるだけ。今月いっぱいはちょっとふわふわしとこうかなと思って。じゃあ今後そういうなんか支援を受ける可能性もある。そうね、どこで受けるかは別として。いや、わかんないよ。だって食えちゃうんだもん。確かに。今まで受けたことないんですか？あるよ、それ。新宿の保護を受けると施設に入れられるからな。施設の生活ってどういう感じなんですか？そうね。なんかガチガチの高校の寮生活みたいな感じらしいです。無理です。生活が破綻している人たちが来るケースが多いので、自分で管理できないんだから、ルール守って生活してくださいみたいなことをやるわけよ。新宿はそのパターンが多い。私はそれやられると気が狂うから、無理です。だから皆さんは真に子供たちが良くなれば。もちろんそうだよ。でそれを申し訳ないけど、暇つぶしで遊びでやってるわけでもないし、気まぐれでやってるわけでもないし、だから見てよと見てまいと関係なくやってるので、パフォーマンスでもないし、で私がこう支配してますよみたいなことを一回も思ったこともなければ、そんな欲望も何もないのよ。ただいるだけでみんなが安心するんであれば、それは良かったなと思っているだけよ。